皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2024年7月14日に神奈川県民ホールで開催されましたバンドメイド初のホールツアーのファイナルとなるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。前回の動画は40分超えてしまいましたので、今回こそは短めにしたいと思いまして、 MC の内容が細かすぎるとのご指摘もいただいたので MC をまとめる感じにしてなんとか短くしてみました。それで今回もいつも通り当日移動ということで、早朝に自宅を出発しまして、新大阪から新横浜へ新幹線で向かいます。新横浜駅に10時過ぎに着きまして、今回の会場となる神奈川県民ホールの最寄り駅となる日本大通駅へ JR 東急みなとみらい線を乗り継いで向かいます。今回私が宿泊するホテルジャルシティ館内のロビーでお召し様仲間と待ち合わせとなりましたので、ホテルで一旦荷物を預けて、そこから会場近くのサンアロハというハワイアン料理のお店へ向かいます。この時点ではお給仕日和ということで雨が降っていました。雨の中お店へ向かいまして昼食をいただきますが、そこはカレーが有名なようでしたので、大エビのカレーというのをいただきました。めちゃくちゃ美味しくてびっくりしました。大満足です。食事後に会場に向かうときには雨はほぼ止んでまして、この天気の変化ぶりはいつも通りな感じです。会場前の山下公園と横浜港をプチ観光して会場に向かいます。この日は14時から物販開始でしたので、1時間ほど前でしたが物販に並びます。この頃から空が晴れてきてめちゃくちゃ暑くなってきまして、サイちゃんもあーちゃんもファイナルということで気合が入ってるのかと思いました。それでいつものように物販開始直前にご当地 T シャツのインスタが上がりますが、今回の色は X でも評判が良かったですね。ということでご当地 T シャツとくじ10枚購入しました。前回はサイン入りポストカードが当たりましたが、今回のくじの結果はなんと、またサイン入りポストカードとすごく欲しかったハンドタオルが当たりました。やりました。あと残りは缶バッジとキーホルダーで、ステッカーが1枚も当たらないという珍しい現象も起きました。今回の当たりにはザ・ウォーニングの対バンの時の提灯もありましたね。すぐ誰かに当たってました。羨ましいです。それで遠征の時には恒例ですが、チェックインするため再度ホテルへ向かいます。ホテルにチェックインして荷物を置いてご当地 T シャツに着替えて再び会場へ向かいます。今回はニッシーさんが帰宅されてましたので、いつも通り会場前で集合写真を撮るということで写真に入れさせていただきました。今回も大人数でしたね。あと前回堺の超絶ハイクオリティサイちゃん軍団に代わり、今回は超絶ハイクオリティのミンチョコスのお嬢様が来られてましたので、写真を撮らせていただきました。顔を出さなければ YouTube 上げてもいいとお許しを得ましたので、上げさせてもらいます。素晴らしいですね。それでいよいよ入場となりますが、ホールということで指定席ですので、今回も余裕で入場します。今回の私のチケットは1階8列43番と非常に良番で、前方ミンチョ正面という感じです。客席を見渡すと若い人が多くなったなという印象でしたね。実際私の右隣は若いお嬢様の2人連れ、前の列にも若いお嬢様が複数おられました。ただ関係ないですが、右隣が若い女性の2人連れ、左隣が男性の2人連れでしたので、なんかぼっち感を感じてしまいました。席は前回のフェニーチ堺に比べてかなり狭くて、1階席全体もフラットな感じで、やっぱり歴史を感じてしまいましたね。施設老朽化で今年度で休館するみたいですので、最後に来られて記念にもなると思いました。今回はステージに近かったので、ギターテックの方が思想するところでミンチョの PRS はニューギターだったのを確認できました。それで帝国の18時となり BGM が止み、新 SE が流れてきて会場は騒然となります。待ってましたの手拍子と大歓声の中、バンメさんたちの入場です。今回は珍しく上手からの入場でした。あーちゃんが先頭で、今回はお立ち台に乗って男前挨拶してくれました。手拍子と大歓声の中、あーちゃんのドラムが鳴り響き、ノーゴットでお給仕開始です。表面のすぐ近くでミンチョのかっこ可愛く弾くギタープレイが乱れていきなりテンションマックスです。まだ体力は十分ですので、前の座席の背もたれを持たなくても思いっきりジャンプできます。私の一列前の左手の小柄なお嬢様のノリがすごいのと、前方だったからか周りの人たちもめちゃくちゃノリが良くてすごく気持ちよかったです。でもなんか小鳩さんのギターかアンプかの調子が悪いみたいで、スタッフさんが出てきて対応したり、小鳩さんが後ろに下がってなんかやってるのが見えました。こういったアクシデントは場数を踏んでるバメさんたちには問題ない感じかと思いましたが、あと今回はカメラが入って通路を動き回ってましたので、何らかの形での映像化間違いなしだと思いました。2曲目はプレイです。お給仕でのプレイは間違いなく盛り上がりますし、
サイちゃんの煽りが嫌でも会場を盛り上げます。なんか小鳩さんの髪色が薄い紫になっていて、照明の加減か可愛すぎてお兄のさんみたいに見えました。今回はステージに近かったので、2メロの時のミサさんとミントがあーちゃんに向かってギターを弾いて、あーちゃんが変顔するところも変顔がバッチリ拝めました。めちゃ口開いてただけかもしれませんが、そうなったらあーちゃんすいません。3曲目はアンリッシュです。やっぱりお給仕では冒頭のサイちゃんのボーカルから始まって、イントロのところのチャントがめちゃくちゃ盛り上がる曲です。サビ冒頭の劇場的とか刺激的とかって後でサイちゃんがつけたということですし、だんだんディディだんだんもサイちゃん作だったと聞いています。これらがないアンディッシュって今となっては考えられないですが、小鳩さんがベースのすでに十分美味しい料理を作って、そこにスパイスで完璧な味にするのがサイちゃんという感じの曲だと感じました。あとまた言ってしまいますが、近くで見るサイちゃんの腕をフリフリするダンスは可愛すぎてヤバかったです。4曲目はドミネーションです。今回のホールツアー共通のこの序盤の4曲は最強すぎます。ステージも会場もこの時点で完全に出来上がります。ドミネーションといえばちゃんとシンガロング、手拍子がもうバッチリ確立していて、ステージと会場が一体化するわけですが、この日の会場の声というかボルテージは一番すごかったと思います。みんなめちゃくちゃ声出てましたし、思いっきり手を振り上げて踊ってたと思いました。あとこの日はミンチョ前だったのでよく見えたのですが、副間でものすごく素早くミンチョがギターチェンジしていたのが見えました。ギターテックさんとの連携が素晴らしかったです。副間でチューニング直すのとかもうやらなくてよくなったのかと少し感慨深くなりました。実は時々やってるのかもしれませんが、ここで最初の MC となります。小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽー、ホールツアー2024最終日神奈川県民ホールぽーで大歓声です。それで続けて嬉しいことにソールドアウトぽーで再び大歓声となります。確かに2回3回もうぎっしりでした。なんかサイちゃんも手を合わせてお礼のような仕草をしていたと思います。それでいつもこの最初の MC は小鳩さんだけであっさりめに終わるのですが、今回はなぜかサイちゃんにも降ってきて、どうですかっぽーみたいに聞いたら、サイちゃんもそれに応じて、本日も日柄もよくと雨だった件を自らいじってくるのですが、確かでも晴れたよねみたいに言ってました。それで小鳩さんが X のポストか何かの話をしだして、今日とても天気がいいので佐伯さんの体調が心配ですみたいなポストがあったっぽーってサイちゃんに報告したら、サイちゃんが皆さんは雨じゃないと私の調子が悪いと思ってるみたいに言って会場から笑いが起きます。それでサイちゃんが聞いててどう思ったんだお前らみたいに叫んで会場は大歓声です。それでサイちゃんが汗かいててみんなの熱気もすごい、ホールツアーいいですねとか言ってまた会場は盛り上がります。で小鳩さんがちょっとテンション上がりすぎたのか、小鳩のギターもテンション上がっちゃいましたっぽーみたいに最初のギターのトラブルのことを話してくれます。するとサイちゃんがフラッピーピジョンさんテンション上がりすぎて飛んでいっちゃったとか言ったら、確かその時にちょうどギターテックさんが小鳩さんにフラッピーピジョンを持ってきて手渡したので、サイちゃんが戻ってきたということで、フラッピーピジョンで鳩だから伝書鳩みたいに基礎本能で戻ってきたみたいにうまいこと言って会場はお受けでした。ということでいつもより長めの MC でしたが、小鳩さんの皆様楽しむ準備はできてますかっぽ、最高に楽しい夜にしましょうっぽ、ようこそバンドメイドのお給仕へで次セクションに入ります。 MC 明け最初となる5曲目はダイスです。あーちゃんのドラム、ミサさんのベースからのミントのリフでイントロとなりますが、サイちゃんがめちゃくちゃ煽ってきたので、私も含め会場は激しいチャントになってました。アンプの真ん前なのでめちゃくちゃ迫力のある演奏が響きましたが、サイちゃんのボーカルも負けない感じなので、私も会場も少し回復した体力と声を出し切る感じで盛り上がります。目の前で見るミントのソロは痺れましたし、やっぱりCall me call me call me call meのところをみんなで歌うところはサイちゃんも満足そうな顔してくれたので気持ちよかったですね。続く6曲目は何が来るのかなと思っていたら、なんとザ・ノンフィクション・デイズでした。ノンフィク来たーとなりましたね。最初のイントロで会場からは全力のチャントです。私的には提供曲の中で一番好きな曲です。しかも去年の東京ガーデンシアター以来1年半以上ぶりです。もう至福です。この6曲目は今回のホールツアーで曲を変えてくるところになったわけですが、初日がブルーミング、2日目がフリーダム、今回がザ・ノンフィクション・デイズと完全に私のなセレクトです。細かいですが、Don't find myself の後のあーが私的にはめちゃくちゃ好きなところなので、サイちゃんをガン見しながら聴かせてもらいました。それでやっぱり曲の終わり方がかっこよかったです。次の7曲目が Don't You Tell Me です。サイちゃんがめちゃくちゃ煽ってきますので、当然会場はちゃんとシンガロングで答えます。
確かこの時だったか、ミンチョとミサさんが入れ替わって、ミサさんが上手に来てくれたので、最近は上手側ばかりだった私にミサさんのお姿を見せていただきました。ミンチョとミサさんのギターバトルでは、目の前でミンチョのギターを弾くところを拝めましたので最高でしたし、今回はバトル中の味わい深いアーチャーのドラムもバッチリ見させていただきました。8曲目がヘイトです。2曲連続となるギターバトルで、お給仕ならではのお得感を得られます。ギターバトルの時に初日の長屋と同じような感じで、ミンチョがまたミサさんに顔を近づけてニコニコしながら挑発してるような感じで、本当にバトルみたいな感じになっていて、ちょっとミサさんがタジタジになっていたような気がしました。ミンチョ酔っ払ってなくてもこれやってくれるんですね。あと C メロ終わりの時のサイちゃんのボーカルにかぶせる小本さんのシャウトがめちゃくちゃかっこよかったです。続けての9曲目がアフターライフです。結構体力は限界に近づいてきましたが、これも大好きな曲なので思いっきり手を振り上げてちゃんとして手拍子して盛り上がりました。何度も言ってしまってますが、ギターソロ前の盛り上げからギターソロ C メロからの大サビでとどめの小鳩さんのシャウトはもう最高という言葉では言い表せない領域です。よくこんな曲作れるなと感心します。アウトロでの会場からの全力のチャントの中、サイちゃんが上手に弾けます。10曲目は From Now On でした。曲始まりの時のあの緊張感は何とも言えません。その緊張感から小鳩さんのめちゃかっこいいギターと何度も言ってしまってますが、大好きな最初のあーちゃんが右手でシンバルを叩きながら左手のスリックを高く上げるところ、バッチリ見れて最高に盛り上がりました。ミンチョ前で見る From Now On は尊かったです。途中小鳩さんとミンチョが向かい合って笑顔で楽しそうにギター弾いてるところは師弟感もあって大好きなところですね。こっちも思わず笑顔になってしまいます。11曲目がセンスです。あの壮大なイントロが流れる中、サイちゃんが再度上手から入ってきます。この瞬間って何かすごく神々しい感じがします。センスでサイちゃんが再入場してくる絵って最高です。どこかのお給仕でワーニングで再入場してきた時も感じましたが、こういったイントロはサイちゃんを入場させるためなのかと思ってしまうほどです。で、確か2メロだったか C メロだったかで、サイちゃんが歌詞を間違えたのか忘れたのか、一瞬口ごもった感じになってましたが、この後の MC で教えてくれます。まあそんなことは関係なくて、センスもよくこんな曲作れるなと感じます。曲終わりでサイちゃんのありがとう神奈川県民ホールで2回目の MC が始まります。それでサイちゃんが今の曲はかっこよく決めたかったって言ってきて、やっぱり歌詞間違えたのかなと思いましたが、それって帰宅しているお名手にとってはご褒美ですよね。で、会場から慰めみたいな声援が上がったのですが、サイちゃんは大丈夫ですよとか言ってサイちゃんらしさ全開になってました。お給仕後のみんなのポストとか見ると、晴れてる日はサイちゃんも歌詞間違いがちという晩目都市伝説できたみたいです。それで調子はいいかとかまだまだいけるかとかで会場を盛り上げます。あと確かこの MC の冒頭はミンチョがいなかったので休憩かなと思ったりしてました。それで小鳩さんを呼んで何か言った時に、なぜそういう話題になったか覚えてないのですが、小鳩さんが小鳩まだまだ帰らないからみたいなことを言って、サイちゃんが小鳩帰るっぽーとか言いそうでみたいなことを言ったと思います。この日は結構サイちゃんがポって言ってたと思いますので、なんか可愛かったですね。それでサイちゃんのまだまだいてくれるとかって会場に叫んで歓声が上がる中、小鳩さんが帰りたくないぽーみたいに続けたら、サイちゃんが小鳩だけ居残りだーって叫んで会場は笑いに包まれます。それでホールツアーの話になって、サイちゃんが3カ所だけだったけどあっという間にファイナルですねって言って、確か小鳩さんにどうですかって聞いて、いつも私が聞かれるから聞いてみたいとか言ってました。で、小鳩さんはホールツアーやりたいねって言ってて、やっとできたみたいなことを言ったのですが、サイちゃんからみんなに発表する前だったけど、本当はホールツアーやるはずだったのがコロナで流れちゃった。だからリベンジなのと教えてくれて、会場は大歓声に包まれます。それでホールツアーできたということで、小鳩さんが喜びの舞を踊るのですが、恥ずかしくなったのかしゃがみ込んでましたね。どっちも可愛かったです。それでステージセットの話になって、サイちゃんが塔の話をしてくれるのですが、横浜アリーナの時からの匂わせみたいに言ってたのがなんか面白かったですね。それで確か、塔はみんなと歩んできた10年の証ですって言って会場は盛り上がるのですが、私たちは塔に住んでるんだけど、みんなは周りの町の方に住んでるんだからねとか言ってまた笑いを取ってましたね。それで私たちはまだまだ前に進んでいく、なんなら上に進んでいくので、塔の前でお給仕やっちゃうみたいなことを言ってたと思います。小鳩さんも塔の前で私たちが演奏してる感じですぽーみたいに言ってました。それで確かこの辺りでサイちゃんがホールが好きみたいなことを言ってました。初日からずっと言っていたらしいです。
なんか小畑さんがリハの時とかにすごくどうですかポーみたいに聞いてくるので、私はホールが好きなんだって毎回答えていたらしいです。それで小畑さんが今日も気持ちよさそうに歌ってるポーって言ったら、さいちゃんも気持ちいいぞって叫んで会場から歓声が上がります。確かにさいちゃんの歌声はホールで響くように感じます。それでグッズの話が来るのかと思ったら、さいちゃんが後半戦いけますか皆さんみたいに言ってきて、まだまだ一日は長いから楽しんでいってくださいとか言った時に、会場から何か声が上がって、さいちゃんがなんて言ったとか、小畑さんも気になったっぽーみたいに言うのですが、何かわかりません。それでさいちゃんがみんな気になるまま行こうかとか言うのですが、仕切り直そうということになって、お前らいけるかーで大歓声となって、これからも私たちについてきてね、楽しんでくださいで後半戦に入ります。後半戦最初の曲はベスティですね。前半戦は激しい曲を揃えて、後半戦をミドルテンポ曲で始めて、だんだんまた盛り上げていく構成はよく考えられてるなと思います。ステージの背景は夕方の街のようなイメージで、曲と合っててこの素晴らしい曲に浸れました。本当に気持ちよくなります。ベスティはミンチョのリフとかサイちゃんのボーカルとかに注目されがちな気がするのですが、私的にはミサさんのベースが至高です。いや本当に聴けば聴くほどハマっていく曲だと思います。続けての13曲目はデイドリーミングです。ベスティに続けて夕方の街の背景でしたね。デイドリーミングは私のトップオブトップ曲の一つですので、お給仕で聴けるだけで幸せです。やっぱりうまさが際立つサイちゃんのボーカルとあーちゃんのタム回し、リサさんのベースラインが至高ですし、ミンチョのギターソロは芸術です。あと小畑さんの手フェチの私としては、デイドリーミングドリームオブユーの時の小畑さんの手が大好きです。思わず一緒に思いっきり手を挙げてしまいます。続けての14曲目はヨーローですね。なんか私的には今回のヨーローが一番良かった気がしました。A メロから D メロと盛り上がっていってサビにつなぐ感じが好きで、お給仕だと一緒に盛り上がっていく感じになってすごく気持ちいいです。サビの消えない魔法を描くんだって歌詞がめちゃくちゃ好きですし、お給仕のヨーローは最高です。あとミンチョのギターソロに入る前のところとか、ソロはもちろんですが、ソロ後の C メロから D メロ大サビの構成は、これもよくこんなの作れるなシリーズです。15曲目はエンドレスストーリーですね。エンドレスストーリーのステージと会場が一体化する感じが最高に幸せですね。この日の会場はめちゃくちゃ声出ていたと思いますので、シンガロングがすごかったですね。それでいいよとかのとこも一緒に歌うのが楽しいです。このエンドレスストーリーはお給仕できっとワンメさんたちと同じ空間に包まれていて、同じ空気を吸って一緒に歌っているという感覚がすごくて、本当に覚醒状態みたいになります。ミンチョの狙い通りということなんですよね。すごいです。最後はさえちゃんのちょっと関西風のありがとうをもらいました。次の16曲目はチューズミーです。これも今となってはバンドメイドの代表曲の一つと言ってもいい曲ですよね。ミドルテンポセクションからのつなぎにも最適ですし、どこに持ってきても盛り上がる曲だと思います。ちゃんともテンポが2種類あったり、手拍子のところも会場は完全に把握しているので、この曲も一体感がすごいです。ミンチョのギターソロも目の前で見られましたし、その後の C メロから大サビの最後の溺れて to me につなぐところもすごい構成だと思って本当に好きなところですし、ここでさらにギターソロを入れてくるところはミンチョの天才ぶりを感じざるを得ません。曲終わりでサイちゃんが上手に履けますが、チューズミーでサイちゃん履けがちと誰かが言ってましたが、確かにそんな感じがしますね。17曲目となる小鳩曲は今回はブライテストスターでした。会場もかなり慣れてきて、ちゃんとや手拍子や手を上げるタイミングとかも揃ってきてました。あと確か2メロのあたりでミンチョがタッピングしてるのを発見しました。小鳩曲の時のミンチョのリフって結構遊びというか他の曲とは違うアレンジをしてきているような気がしまして、私的にはそれも小鳩曲の楽しみの一つとなっています。あーちゃんのドラムもバスドラとタムを連動させて叩くようなのも見れました。小鳩曲のあーちゃんのドラムも大好きなんですね。もちろんミサさんのベースもです。それで曲終わりの歓声の中、あーちゃんにスポットライトが当たって満面の笑みでドラムソロが始まります。3ピースでのセッションです。今回は近かったので、あーちゃんのドラムソロ堪能できました。それでミサさんが加わり、小畑さんもお立ち台に乗ってギターをかき鳴らしますが、小畑さんのギター弾く姿かっこいいんですよね。今回は正面でかつ結構近いので、小畑さんのその勇姿を間近で拝むことができました。それで後ろで見守っていたミンチョが走ってきて、真ん中のお立ち台に飛び乗って体を後ろに反らせながらニューギターを思いっきり鳴らします。この瞬間もう完全にミンチョが観客の全ての視線を独占します。
それで激しいリフを弾き始めてシャンプルズが始まります。これを目撃できたのは私的には3回目なわけですが、毎回新鮮な気持ちで見れますね。ただただかっこいいです。こんなかっこいい曲を思いついて作れて演奏できて歌えるって実はすごいことなんじゃないかなと改めて思ってしまいます。もしお給仕でシャンプルズ聴けてない方がいらっしゃれば絶対聴くべきだと思いますので、ぜひ企画されることをお勧めします。今回は会場の気合が入りすぎたとかめちゃくちゃ声援上がってましたが、最後のサイちゃんのハーのところのほんの一瞬だけ声援が止んだのはさすがでした。それでサイちゃんの盛り上がってるかー疲れてんじゃないのの叫びで最後の MC に入ります。会場は大歓声で答えますので、サイちゃんが疲れてないってことだねと受けて、それで確か会場からまだ足りないみたいな声がかかって、サイちゃんが大丈夫まだまだあるよみたいに答えてくれます。それで最初にグッズの話になります。最初は鏡さんのドクロ T シャツの話になって、確かサイちゃんが SNS 見てたらホールツアーまで届くのかと心配してるポストがあったけど届いただろって言ってくれて、会場は大歓声です。サイちゃんって X のポストを結構ちゃんと見てくれてるんですね。あとツアー T シャツとかフェイスタオルの話になった時にアピールしていいよってことになったので、私もスカイブルーのタオルを前にかざしました。その時にあーちゃんがドラムのところで立ってスカイブルーのタオルを前にかざすのですが、逆さまになってたのでメイドバンドみたいになってるっていじられてましたが、さすがあーちゃんです。あとサコッシュはサイちゃんがいつも使ってるとか、これからの夏フェスにいいんじゃないとか言ってましたね。それでご当地 T シャツの話になるのですが、やるやらないってのもあるよ、悶々としたまま帰るとかみたいに前回のおまじないタイムの時みたいなボケを入れてきます。それで会場に色を聞いてくるのですが、私も含めて今回のは本当にわからなかったので、会場も反応がない感じになります。小畑さんも一番シーンってなったっぽーとか言ってましたね。それでサイちゃんと小畑さんがあんまり刺さってないとか言って会場の方を見るとたくさん来ている人がいたので、似合ってるっぽーとか言ってましたが、そこで似合ってるっぽーって言われた方が翌日一緒に遊んだ方だったので、それを聞いて羨ましかったですね。で、サイちゃんがご当地 T シャツは会場に色を当てていただくシステムになってるって説明してくれます。名古屋や堺でもあったけど、正解よりもいいのがあったらそっちが正解になるとかで、堺の時のエピソードも説明してくれます。今回のは難しいって思ってそういうふりをしてきたのかなと思いました。それで改めて会場に聞くと、横浜港の海って声が上がって、水ということでは合ってる、正解となりました。これを言った方も翌日一緒に遊んだ方でしたね。で、本当の正解は多摩川の綺麗な感じのちょっとくすんだブルーということでした。それはわからないですね。次は文字色の黄色は何かとなって、会場からは工場の明かりって声が上がって、それもいいねとかってなってましたが、会場の後ろの方から湘南ゴールドって声が上がって、サイちゃんと小畑さんが驚いて正解と叫んでました。後で調べたら柑橘系の果物らしいですね。そんなの関西人の私には絶対わからないです。それでもう一つの文字色の緑はとなって、江ノ島とか人工芝とかの声が上がりますが、地下鉄グリーンラインとサイちゃんに刺さる答えを言う声もあって、鉄道系はサイちゃんがすぐ採用しちゃうから、それはちょっとずるいっぽーみたいに小畑さんに指摘されてましたね。それで全然正解が出そうにないので正解を言ってくれるのですが、イチョウの葉ということでした。イチョウは黄色の気がするのですが、緑の時もあるしいいかと思ってたら、やっぱりサイちゃんも納得がいかないようで、やっぱり地下鉄グリーンラインにするってなりました。次のお給仕までには鉄道のことを勉強しておかねばと思いました。それでサイちゃんがグダグダのご当地ティーの色を当てるの終わりますみたいに締めてました。このグダグダがいいんですよね。それでちょうどその時くらいに後ろでミンチョがミンチョダンスを踊ってたのを見てたのですが、サイちゃんがカモンカナミとミンチョを呼びます。それでミンチョがいつものミンチョ星で、皆さんこんばんはカナミですみたいに挨拶してくれます。続けて、私の夢が一つ叶いました、これは何でしょうかって言ってニューギターを掲げます。私も叫びましたが、会場全体からプライベートストックって声が上がります。で、ミンチョがそれを受けて、みんな正解、PRS のプライベートストックだよみたいに言ってくれてギターを鳴らしてくれます。で、興奮したのか、ミンチョが小畑さんのマイクを奪い取って、すごい夢でしたとか、いい音なんですとか、めちゃくちゃハイテンションで喋ってくれるのですが、最後急に、続きはプライムでって締めます。この辺がミンチョですよね。天才的に笑いのツボを抑えてます。小畑さんとサイちゃんからコマーシャルみたいになってるとか突っ込まれてましたね。それでミンチョはなんか恥ずかしかったのか達成感からなのかミサさんに抱きついてましたね。
あと大阪では抑えてたとか言ってたと思います。確かに大阪の時はあまり説明してなかったですね。それで、サイちゃんから、小畑さんどうぞって振られて、小畑さんがそれを受けて、おまじないタイムに入るための説明をしようとするのですが、思いっきり噛んだので会場は盛り上がりました。この小畑さんが噛むのも定番になってきました。それで改めて、本日もやってまいりました小畑のおまじないタイムで、無事おまじないタイムに突入します。でもここで、実は今日一緒にやってもらいたい方がいるっぽとか言ってきて、あーちゃんを呼びます。神奈川県民ホールはあーちゃんにとって特別な場所ということで、あーちゃんが中学高校で青春時代を過ごした特別な場所ですと言って会場は大歓声となります。それで久々に帰ってきたということで、ただいまお帰りで行こうということになって練習します。それであーちゃんがなぜただいまお帰りなのかを説明してくれて、吹奏楽部にいた話とか喋ってくれるのに他のメンバーが誰も聞いてないみたいな感じになって、小畑さんがお帰りとかって無理やり中断したので笑いが起きてましたね。で、会場からもおかえりって叫んで、あーちゃんがマイクなしでただいまーって返してくれて歓声と拍手です。それでその時くらいにステージの上手の端にさいちゃん、みんちょ、みささんが固まっていて、なぜかスポットライトが当たっていて、あーちゃんもそこに加わったので、本当に間近に見られて嬉しかったですね。それで小畑さんはそれに対抗してか、下手の方に行っておまじないタイムが始まります。今回は2回とか3回とかはやらずに、全員で萌え萌えキュンキュンといつぶりかわからないノーマルパターンのおまじないタイムとなります。でも小畑さんが上手の方に移動してきたので、他の4人が今度は下手のステージの端に移動します。小畑さんは上手なので目の前にいます。それでなぜか上手と下手で勝負するみたいになって、まず小畑さんが萌え萌えとやって会場から萌え萌えと返したら、確か最初はさいちゃんがキュンキュンって叫んで会場からキュンキュンって帰ります。どうも小畑さんの言う勝負は会場も上手と下手に分かれて勝負だということだったみたいなのですが、さいちゃんのキュンキュンに黙れるはずもなく全員で返したので、なんでみたいになってましたね。それで次がミサさんだったのですが、ミサさんがめちゃくちゃ頑張って声出したので、会場はおおってなって大歓声でしたが、ミサさんは恥ずかしそうになってましたね。で、次のあーちゃんは相変わらずの大声でバーンメイと叫んだので、会場はまたおおってなって歓声とともにバーンメイと返す感じになります。小畑さんがあーちゃん声が大きいとか言ってました。で、最後ミンチョがものすごく高くてめちゃくちゃ可愛い声で、なぜかさーいちゃーんって叫んで、会場もさーいちゃーんって返します。小畑さんも声高とか言ってましたね。で、普通に戻って小畑さんがバーンメイを繰り返す感じでマイクなしでもやってくれるのですが、声大丈夫かと心配するほどです。それで最後のバーンメイの時に小畑さんが体をくるくる回しながら叫んでたので、後ろにいたサイちゃんとあーちゃんもそれに合わせて体を回してチューチュートレインみたいな感じで遊んでたのが可愛かったですね。それで最後ズッキュンバッキュンドッキュンで、今回はなぜかバンメーでした。萌え萌えキューンからの書き鳴らしの中、最終セクションに入ります。さえちゃんのあの曲聴きたいだろう歌えよの強烈な煽りでプロテクト U が始まります。その時さえちゃんがプロテクト U って言った気がしましたが、曲名言うのって珍しいですよね。違ったかもです。歌えと言われたので、最初のうららららららうららららから会場は一緒に歌います。演奏もボーカルもワンメさんたちも慣れてきたのかめちゃくちゃ良かったですね。もういきなり会場は大盛り上がりで興奮状態になります。インチョのギターソロも間近で見られたので、めちゃくちゃかっこいいギターソロを堪能できました。今回も最後のさえちゃんだけのうららららららうららららはステージ会場完全に無音となった中、スポットライトに照らされたさえちゃんだけの声が響くという神々しい完璧な終わり方でした。それを待っての大歓声と拍手となります。会場の大歓声とさえちゃんのありがとうの雄たけびの中、始まったのが20曲目となるアローンです。イントロでものすごい大音量のチャントです。この曲はもともとジャンプする曲じゃなかったと思うのですが、このチャントの時に思わずジャンプしてしまいます。おー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 のシンガロングも大音量です。B メロのところのチャントもいいですね。ミンチョのギターソロで会場は最高潮の盛り上がりとなります。あーちゃんの素晴らしいドラムもバッチリ堪能できました。この曲は全力で燃え尽きられます。続けての21曲目がディファレントです。燃え尽きてる場合じゃないです。高速ヘドバンが要求されます。B メロの手拍子からサビへのつなぎが気持ちいいです。前にも言ったかもですが、私的にはこの曲でバンドメイドの曲のステージが一つ上がったというか、突き抜けた感じがしていまして、新しい空気を吸った感じになります。
お給仕のディファレントも格別です。次の22曲目がマギーです。すでに体がこの曲にポジティブに反応するようになってきました。もう準備万端という感じです。今回は正面だったので、ミンチョがめちゃくちゃ激しくギター弾いてるのが見れました。ポジティブになった体に Are you ready? Give me, give me, jump, jump, jump からのサビへの流れは最高です。思いっきりジャンプできます。サイちゃんのダンスがひときわ激しいので、こちらもノリノリになります。C メロの時の手拍子も合ってきましたね。この曲もお給仕の定番化しそうな気がします。曲終わりでサイちゃんのありがとうと書き鳴らしの中でもう何て言ってるのかわからないですが、サイちゃんの超絶激しい雄たけびで最後の曲となるインフルエンサーが始まります。最初のメロが最初だけにしか出てこない珍しい構成の曲です。会場は全力の手拍子で応えます。メロディアックな A メロ B メロはもちろん、サビのメロディーも最高です。サビの時に手を回すのがついに私以外にいたのを発見できました。それでミサさんとミンチョのベースギターバトルとなるわけですが、私的にはこれで3回目に拝めたわけなのでじっくり堪能させてもらいましたし、あーちゃんの迫力満点のドラムソロも堪能しました。ペニーチェ堺でやったと言われていたミンチョの指弾きが見られるかもとミンチョをガン見していたのですが、今回はやらなかったみたいですね。やっぱり前回のアドリブだったのかと思いましたが、バンメさんのアドリブって結構珍しいと思うので貴重なシーンだったのかと思い返してました。サビ終わりのサイちゃんと小松さんのロングトーンの時のコード進行は私的にはど真ん中で、本当にいつ聴いてもドキドキします。曲終わりの書き鳴らしの中、サイちゃんのめちゃくちゃ激しい雄たけびが激しすぎて聞き取れなかったのですが、ありがとうとバンドメイドでした、まだまだついてこいよはなんとか認識できました。書き鳴らしが終わって小松さんのいってらっしゃいませご主人様お嬢様バンドメイドでしたほーで、バンドメイド初となるホールツアー、リベンジでもあるホールツアーのファイナルは終わりました。ホールで入る最強の曲たちを選択して最強のアレンジを加えてやってくれたんだと思いました。ミンチョ、小鳩さん、ミサさんがピックを投げてくれてましたが、今回はあーちゃんがスティックを投げてくれてました。残念ながら8列目まで届くことはなかったです。サイちゃんも残ってずっとニコニコしながら手を振ってくれてました。それでバンメさんたち全員が上手に履けるんですが、会場はまだ誰も動きません。そうです、告知です。会場が暗くなってバックステージに映像が流れます。I feel my heart with you love, you love me. Give me a way 風を進め絶望のない振動 Let's face ups and downs together. I can never lose Bring the thunder 立ち向かいく気持ちを切り裂けく味わう大歓声の中発表されたのは新フルアルバムの発売日と番外編お給仕。これって番外編の番外編って言っていたやつですよね。ミドルテンポ曲中心ということでこれまで聴けなかったのもやってくれるかもしれません。楽しみすぎます。さらに ZEP ツアーの発表です。透明版だけですが ZEP ツアーリベンジということですね。早速今回の発表分すべて申し込みました。当たるかどうか分かりませんが2024年後半も楽しませてくれそうです。いや本当にすごいホールツアーでした。3カ所だけと言ってましたがこのパワーだと3カ所が限界なんじゃないかと思えるほどのエネルギーだったと思います。本当に最高でした。前回までこのホールツアーの感想で主役は誰だったかみたいにつぶやいてきましたが、最終日となるこの日の主役はみんな、会場も含めてみんなだったと思います。本当に素晴らしい盛り上がりだったと思います。サイちゃんのいつものポストは初でした。ホールツアーめちゃめちゃはちゃめちゃ楽しかったよ。無事に皆様のおかげで全公演終了。ありがとうございました。まだまだバンドメイドは突き進んでいくよ。ついてこーいでしたね。はい、ずっとついていきたいと思います。その後すぐにタイガースの試合結果をリポストしていたのがサイちゃんらしかったですね。ちなみに2024年新書開幕してから前半が終了したわけですが、現時点のセトリを見てみるとすでに62曲、最新曲を中心に幅広くやってくれてるのがわかります。次回からは新アルバムの曲を中心に構成されるのかなとか、当分ワクワクが止まらない感じで過ごせそうです。次の私のお給仕は来週の地元大阪でのフェスジャイガです。早起きして一番乗りを目指したいと思っています。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。